レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん、頑張れ陽介、山頂まであと少しだ。きつい。お前頑張って、お前頑張れ、お前頑張って山頂まで登れたら俺がラーメンごちそうしてやるからな。山頂で食べるラーメンは別格だぞ。ラストスパート。いけ、根性見せるじゃねえか。よっしゃ、着いた山頂。お疲れ陽介、見てみろ、いい景色だろ。これは本当だね。こんな景色の中で食べるラーメンはもう格別だろうね。お前それとんでもねえぞ。今から作るからちょっと待ってる。オッケー。いや、ラーメン遅いな。兄ちゃん何してんだよ。お陽介、兄ちゃんラーメン遅いて。お湯入れるだけでしょ。お待たせしました。大ラーメン、麺固め、野菜ニンニク多め、油マシマシ。えってお前、大ラーメン、麺固め、野菜ニンニク多め、油マシマシ、お待たせしました。いや、誰が山頂で二郎系ラーメン作くんだよ。相場はカップラーメンでしょ。いや、お兄ちゃんもカップラーメンじゃ満足できなくてよ。いやまあ嬉しいけどね。まあでもコールしてないから俺野菜少なめなんだけど、まあいいや。とりあえず美味しいラーメン食べた後に山頂から叫びたくなっちゃう掛け声教えてよ。分かったよし、じゃあ今日の掛け声はこれだ。あんおえあえうお、あんえおうあい。あんおえあえうお、あんえおうあい。分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介、頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前も番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。山頂で叫んだら酸欠臭い。マサラカマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイアマサラカスパイアのマサラカ。時刻は夜8時30分を回りました。スパイボーカル陽介とドラムのケンタです。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカお送りしていきます。はい、全然違います。でも山頂では合ってた。山頂でいっぱいいっぱい。山頂で食べると何でもうまい。何でもうまいんかい。何でもうまいそれはうまいです。ケンタさん、はいはい、山頂のカップラーメンご経験があるということで。めちゃくちゃうまいよ。めっちゃうまい。俺はラーメンが苦手で、そう食わないです、ラーメンは。で美味しいってもあんまり思わない、正直。はい、それノーマルカップヌードル。ノーマルだ。カップヌードルの赤い、普通の、そう普通のカップヌードル、スタンダードの、あれも食べたことありますよ、もちろん。まあ富士山だったんですけど、僕山頂のカップヌードル涙出たねうますぎ。いやでも山頂って気圧が低いから、そうだね、沸騰するまでっていうか沸騰しないんですよ。100度で沸騰じゃん、水って。そこまで上がんないから、なんかねぬるいわけ。ぬるくも、熱湯にはなるんだけど、でも要は言うボコボコボコみたいななんないから、カップラーメンもその3分とかじゃ無理なわけ。5分10分、待てば待つほど柔らかくなるとは思うんだけどそうそう。いやでもカッチカチのラーメンですらうまい。そうなんだ。あれは多分ね、塩分が足りなくなるから、やっぱ基本山頂まで登る過程でその塩分と水分が流れ込んできた時の、俺初めてカップラーメンの汁まで全部食べたのうまってなって。そうなんですよ。山の日です今日。いいですね。山を親しむ機会を得て山の恩恵に感謝することを目的に、祝日法の改正によって制定された国民の祝日。2016年に施行されたので、今年で丸々10年になります。なるほど。ちなみに山頂でラーメンを食べた後は残ったスープは自然に捨てずに全て飲み干すか、凝固剤などで固めて持ち帰るのがマナーです。これ逆にあれ飲まない人いるのかなって思ったけどね、俺は。うますぎて。甘え登山してたら残すんじゃない？そうなのかな。いやでも甘え登山とか無理だからね。
なんか途中まで車で行ってさ。いや基本5合目までは車で行けるからみんなそっから登るわけよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。いや最初から登るわけじゃないんだ。最初からは結構ねそう結構ちょっともうクロートすぎると思う。だって3000だって樹海から行くわけだからね。3000メートルとかでしょ。そうそう樹海無理じゃんじゃだからあの辺から行くのはやっぱちょっとハイレベルすぎる。あ。そうだから基本は5合目4合目にあるから駐車場が、そっから山頂まで登っていくっていう、あれさ、うん、下山ってどうすんの？下山は地獄。あ、下山がきついんだ。だって下山よく考えて山頂まで登るのは、要は上を見てるじゃん、あそこに登るんだっていう強い意志を持っていけるじゃん。で着いた時にカップラーメン食って水飲んでうわーって達成するわけよ。達成した後に上に登るのって基本、まあ直線ではないけどほぼ直線ルートで行けるわけ。もちろんこう蛇行はしてるけど、でも下山って滑り落ちるとまずいから、ものすごい砂利道のすごい蛇行ルートを永遠にずーっと同じ景色でそうだね。ずーっと踏ん張りながら降りていかなきゃいけないわけ。下り坂だから膝に負担もかかるわけ。かかる。で砂利だから踏ん張りもなかなか効かない。でしかも傾斜すごい。はいはい。じゃあ下山が一番、じゃあ下山まで体力を残しとかないといけない。そうでも基本残ってないからなんて言ってそうだも、よねメンタルが削れ上げた状態でいくからかに下山が俺は地獄だったねあーやっぱり。で霧も途中から出てくるとマジで2メートル先見えないからマジ怖いの。あーそうなんだね。そうじゃあ下山が割と危ないんだね。危ない。下山の方が危ない気がするな。俺全然登山じゃないけど、あれ一回人生でやってみたいんだよね。トライアスロン。登山の方が楽よ。本当？トライアスロンちょっと最近やってみたいなと思って。なんか全てをやりきった社長がやるスポーツだね多分。リスナーの皆さんからメッセージ。ジもたくさんいただいてますよ。はいはい、ラジオネーム文ちゃんさん、ありがとうございます。健太さん、洋介くん、こんばんは。こんばんは。先日朝起きると母が川口春奈が結婚したのよと大騒ぎしていました。はいはい、寝起きの私はそんな母を見ながら洋介くんファンだったなとぼんやり考えていたんですが、洋介くん大丈夫ですか？何の心配されてんの？いや大丈夫ですよ。そりゃ大丈夫でした。本当ですか？そりゃね、そんな自分はただのファンだから、その方がまあ、結婚しようが幸せならそれで十分ですよ。いやファンの鏡ですね。いやだってどうしようもなくない？川口春奈ファンクラブとかしかも入ってないですか？旦那さんサッカー選手だし、日本代表ね。なんならもうまあそうか、陽介も好きなタイプのあれだ。そうなんならもしねお子さんが生まれてサッカーするってなったら、そうだね、ワールドカップとか出ちゃったらさ、とんでもないねスター、そのね、エンタメスター選手とかになってほしいよね。すごいね、素晴らしいですね。まだまだ来ております。ラジオネームゆうさん。はい。健太さん、洋介さん、こんばんは。こんばんは。私は台湾のライブをきっかけにスパイアのファンになりました。台湾。あのライブは私にとって初めての日本のバンドのライブでした。本当に感動しました。会場の雰囲気がすごく良くて、最初は1日だけ行く予定だったのですが、ライブが終わった後まだ余韻に浸っていたくて、すぐに2日目のチケットを買いました。今でもライブの余韻から抜け出せません。ライブの演出がとても素晴らしく、洋介さんは本当に会場を盛り上げるのが上手ですね。2日ともすごく楽しかったです。最後に洋介さん、誕生日おめでとうございます。いや、すごい嬉しいね。台湾でじゃあ 2day やったの本当最近じゃん。そうそうだ、そっからだね。6月末ぐらいだよね。あら、嬉しいそっからバサラカにたどり着いてくれると。すごいね。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm 福岡 .jp、 basaraka@fm 福岡 .jp、 もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それでは8月11日山の日と同時に結成記念日ですね。そうですね。デビュー記念日だ。デビュー記念日。はい。3年前私が初めてライブをした「Just Like This 2023」の中から1曲お届けします。聴いてください。スパイアで Just Like This 2023より Rock in the World。 スパイアのバサラカ。やばいね、2023年の若いっすね。なんか無理してます。お披露目。レッツゴーってなってる。レッツゴー。お送りした曲はスパイアで Just Like This 2023より Rock in the World でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。
友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決していやそれあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話教えてください、ということで今週も皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話が届きました。はい、行ってみましょう。ラジオネーム、いくみさん、はい、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんにちは。こんにちは。これは友達の話なんですが、大学院生時代に研究していた時のことです、友達は研究のテーマの関係でマウス、ちっちゃいネズミですね、飼育しており、本来であれば糖質が6割のところ脂質が6割の餌をあげていました。そして何度か餌をあげるうちに好奇心が湧いたのです、食べるとどんな感じかなと。まあ分かる、面白いことにこの奇て烈な発想に乗ってくれる後輩もいたので、先生に聞いてみると食べれないことはないという回答だったので、後輩と一緒に食べました。動物の餌だからか油だからか味はないな。でもお菓子の生地食べたらこんな感じかな。ちなみに見た目はドッグフードとかに似た小さな円柱状のペレットです、その後別の実験室の高糖質の餌も食べたことがありますが、こちらはさすがに甘かったのとのことでした。そうなんだ。あくまでも友達の話です。はあ、なるほどね、すごい。補足があります、何の実験って思われるかもなんですが、簡単に言うと脂質の割合の高い食事をとると持久系の運動能力を高めますが、筋グリコーゲンは減ってしまいます、一方で運動トレーニングにより優先的に脂質が利用され、筋グリコーゲンの利用の節約と筋グリコーゲンの貯蔵量が増えることから、高脂肪の食事と運動のコンビネーションだといいとこ取りで筋グリコーゲンが増えないかなというものですスポーツ系の学部でもこういった研究をするそうですよ。友達の話ですか。すごい頭のいい。食べちゃったんだね。まあでもドッグフードとか食べるよね、一回。一回やっぱ味見しない？俺結構うちのワンコの餌とか、あとおやつ、おやつ系一回口にするけどね。うまい試しある？ないでもだからその塩分量とかその書いてあるものと、そのどのぐらいのものなのかって、結構特に煮干しとかってさ、結構塩分高い時があるわけ。ないものは一回口にして干物にしてるからね、その分塩分がね。そうだから人間が食べてさ、しょっぱいとか甘いって感じたらもう動物にとってはものすごい量になるから、何倍もね。そうだからかじって一回食べて、まあもちろんごくって飲まない時もあるよ、味だけ見てペッてする時もあるけど、それだから結構口にするかも、犬のおやつとかは。だからジャーキーとかさ、たまにうまいやつあんの。そうなんだ。うんまこれみたいな。たださ、犬用すぎて硬すぎてなんかちょっとふやかしてからそう食べるみたいな。パピーの食い方ね。そうこれずっともみもみしながらあれはすごいね、すごい話です。もう一回いきますか。もう一回いきましょう。はい、じゃあ続いて友達の話ですね。ラジオネーム二郎さん。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。まだ若かりし頃の友達が彼氏の家でまったりしていた時の話です。ふと友達がおならって燃えるらしいよと言いました彼氏は確かふーんという感じだったと思います、まあ、これ友達から聞いたんだろうね、これね。そこで好奇心旺盛な友達がちょっと燃やしてみらんと言ったところ、彼氏も賛同したのでしばらく彼氏のおなら待ちをしましたどれぐらい待ったでしょうか。彼氏が出そうというので、友達はライターを持って彼氏のおけつの前にスタンバイ、ズボンを履いていますまあもちろんね。で彼氏とタイミングを合わせて火をつけた瞬間、なんということでしょう。彼氏のおけつが一瞬切れた青い炎に包まれてではありませんか友達はまさかおならがこんなに綺麗になるとは思わず感動しつつも、彼氏の熱っ血毛燃えたという言葉に爆笑してしまいました。私は一生あの綺麗な光景を忘れないでしょう。危険ですので皆さんは真似しないように。ちなみにこの彼氏とは握りっぺは臭いのかを検証してみたりとアホなことをよくやっていました。若気の至りですねいいカップルだ。面白い。いいカップルだね、まあでも燃えるよね、理論的に言えばガスだから。そうで臭いのも、うんちが臭いのもこれっていうからね、ガス。あれだよね、おならってだから微粒子のうんちなんだよね。そうだからまあお腹の調子悪い時はやっぱ臭いし、まあでも危ないし、ズボン履いてるのに血毛燃えたってどういうこと。履いてないだろ絶対。だからズボンを履いた状態でお尻だけ出してたんじゃない？そういうことね、
じゃあもうそれズボン履いてないのよ別にそれってお尻を出してんのよ、別に前は隠れてますっていう話じゃないのよこれ。だからちょっともうして本当にアホなことやる人いるねこれ。おもろいな。ウケるわ。面白かったです。ありがとうございます。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください、はい、皆さんが友達から聞いた話をお待ちしています。それでは今日はラジオネーム二郎さんの友達の話からこちらを選曲しました。スティービー・ワンダーで To Feel the Fire。 スパイエアのマサラカ。お送りした曲はスティービー・ワンダーで To Feel the Fire でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もたくさんお悩み届いてます。はい、ありがとうございます。ラジオネームともさん。はい、健太さん陽介さんこんばんは。こんばんは。アラフィフです、若いお二人にご相談です。なんだい。数年前に退職した前職の会社から別の営業所だけど管理職として戻ってきませんかと打診を受けました。いろんなお年頃とあって忙しすぎて体を壊して辞めた手前、すんなりと復職することにブレーキがかかってしまい悩んでいます、子供たちが社会人になった今、そして前職も働き方改革が進んで環境が改善されているということ、条件もまずは時短勤務からでもいいよとこちらの要望に対して考えますと言ってもらえて、今の仕事よりは肉体的には少し楽になる反面、タスクはハードになるのは間違いないのでとても悩んでます、お給料上がる、お休み減る、やりがい上がる、どれを優先していいかぐるぐるしています。お二人だったら何をモチベーション優先にしてお仕事されていますか？こんなんもう受ける一択じゃねって俺は思っちゃうけどね、正直。だって多分すごいその前職の人がめちゃくちゃあなたのこのトモさんを必要としてくれてるね。ですごいさ、その働き方も考えてくれてるし、あなたの働きやすい環境をまずこう作って働いてくれませんかって言ってくれてるっていうのはめっちゃいいことだと思うし、正直ここまで言ってくれて、働いてみて、なんかこう自分がこう意見を入れる立場になってるわけじゃん、これトモさんが。確かにね。これってじゃあそれぐらいトモさんの要件を読んでもトモさんを呼びたいって思ってるわけだから、働きながら逆に働きやすいように変えてってもいいんじゃないと思っちゃうし、そもそも体を壊して辞めたっていうのはあると思うけど、もしそうなら今でも、そういう働き方になっちゃうっていうんだったら別に辞めりゃよくねって思うし。確かに結局ね、前と同じだったんで、これじゃ続けられませんってね、言えばいいと思うし、まあでもなんかもう一回辞めるっていうことに対して、やっぱこうスッて言える人も多分少ないだよね。でもさ、前例があるわけじゃん、そのトモさんの中でもさ、前例があるけど、なんだろうな、少なからずその会社には恩もあるわけでっていう、多分その葛藤でもしそうなってしまった時に辞めりゃいいじゃんっていうところに多分スッとはいけないのよね。だからその前にこうやっぱ自分で要望を出していく。だからその前にジャブをね、そういっぱい打っとくっていうか、打っとくっていうのは大事かもな。こいつめんどくせえなって思ってたら勝ちなわけよ、要は会社的には。すごいなんかでも使えるなっていうね。そう聞いとくかっていう思わせられる多分人なんだろうから、それやっぱこうなんだろう、全てイエスマンになるっていうよりもこうジャブをずっと打っとくっていうか、私はいつでも辞めれますからねってこう多分会社に思わせつつ、やっぱこの自分がやりがいを感じるところだとも思うから、そんだけ成績っていうかさ、その自分の業績があって、そうだからトモさんの多分なんていうの才能を買われてるわけだから、だから仕事はすごい自分が楽しくできるようにしつつ、管理職ってなかなかいいポジションですよね。そうだからそのさ、多分トモさん自身がさ、この物理的なところだったらちょっと考えるけど、要は、なんていうの、営業所の距離が遠いとかさ、そのすごいこう県をまたいで引っ越さなきゃいけないところとかっていうんだったら、確かに考えなきゃいけないなと思うけど、どっちかっていうとさ、メンタルじゃん今悩んでるのは、そうね、どうしようって。
だったらもうなんだろう、自分の働きやすいようにこの会社を変えていくっていう方でいい気がするけどね、うん、こんだけ言ってくれる会社なかなかないよ多分。まあ確かにね、そうそう。で子供もね、お子さんももう手が離れてるんだったら、うん、アラフィフっつってもまだ元気だからね。今から20年働くって思ったらさ、やっぱまあ20年いけるか、いけるよ、だってうん要は70、まあ、65、70、15年から20年働けるでしょ多分。うん、でそのなんだろう、定年した後はその会社で、まあ、要はパートなりさ、うんなんだろう、こうなんだろう、雇われる形態は変わるかもしれないけど、ね、さすがに年金だけじゃやっていけないしね多分今もう。今ね、そうそう。だから働かなきゃいけないって考えると、やっぱ自分をこう重宝してくれる会社は、うん老後を考えてもいいと思う。うんうんうん、だしなんかそのなんだろうね、そうやってさやりがいがあることにずっとね時間を忘れて打ち込むと、うん、なんか変な追い方しないと思う、うん、そうそう、楽しくやっぱり全うできると思うからいいんじゃないかなって思うけど、ね、僕はやりがいを優先してもいいのかなっていうのはすごくいいと思いますよ、はい、給料も上がるんだし、ちょっと一回ね考えてみてください。続いていきますか。はい、ラジオネーム猫屋さん。はい、悩み事というかモヤモヤすることがありまもうす。何でしょう、私はラケットを使って2人組でやるスポーツを、バカなんじゃないかというぐらいやっております。はい、4年くらい同じ人と組んでいました、この1年半ぐらいペアの方から考えていることが違う、やりたいことが違うとずっと言われてきました。ずっとそう言われていたので、この人私と組むの嫌なんだろうなと思って、これからは同じ考えの人とやった方がいいと思うよとお伝えし、とりあえずペアは解消したのですが、私とまだ組むつもりだったのに急に解消になったと、どうやらお怒りのようです。あら、どういうことでしょう。私、考え方もやり方も違うなら同じ方向性の人とやったらいいのにと、私は頭がぐるぐるになってしまいました。日本語って難しいですね。あと思いやりも大事ですよねと。ああ、まあテニスかバドミントン、卓球、それ系だね多分ね、まあ、ちょっとわかんない、もっとなんか違うスポーツあるかもしれないけど、いやでもこれさ、こういうのってさ、多分この猫屋さんの能力が高いんだと思うんだよね。だって4年やってんだよ。でそのペアの人からしても、その猫屋さんと同等のスキルを持ち合わせるのって難しいから、多分猫屋さんはやっぱり重宝されてると思うの、でもなんなら多分猫屋さんの方がうまいんじゃないよこの人より。でもいや、気が優しいとか気がいいことをなんかこうね、縦にすごい言ってるんだけど、みたいな。でもあなたとはあなたの方が上手だから組みたいんだよねみたいな、相手の甘えな気はする、これは。まあでもなんかでも結局猫屋さんしか相手がいないっていう、多分考えられないんだと思うの、相手の人はね。そうね、だから多分すごいコミュニケーションが間違った方向に行っちゃってる気がするのよね、でも結局そうやってさ、勝ちたいと思って衝突するわけじゃん、そういうペアだったりさ、バンドだってそうじゃない、だからその時にそうやってその相手に対してもっとこうした方が俺は例えばやりやすいとか、もっとこうね、そもそもそのなんていう、例えばここで攻めたいのにそこで守りに入っちゃダメみたいな、っていうさがお互いの意見の相違じゃん。なんかそれをなんかこう多分なんとかしたいんだと思うね、俺はそっちな気がする、なんかよりなんかいいペアになりたいんだなっては思ってる。それはやっぱなるほどね、その4年間やってきた信頼関係もあるし、だからそれがちょっとこうなんていう言葉の伝え方がその時間に甘えてきつくなってるとか、だからまあ思いやりはちょっとね足りてないとは思うけど、でもそのコーチみたいなのはいないのかな。いないんじゃない。ちょっとこれをさ、その趣味でやってるのか、どういうねあれなのか、そのねちゃんとその部活動クラブそのなんか大会に出るとか、そういうあれの温度感わかんないけど、まあでもこの感じだとまあ割とこうガチでやってる感じはするから、まあなんかまだじゃあこの人私と組むの嫌なんだろうなっていうのを言ってみればいいんじゃない。いやだってもうそれ言わないとさ分かんなくない。私と組むの嫌なのって嫌だったんじゃないのってもうさ言っちゃってるわけでしょ。まずいやでもまあと思ってこれから同じ考えの人とやった方がいいよ、だから私はよりなんていうんだろうな、その人からしたら結局寄り添っ
なんていう伝え方はもちろん間違ったかもしれないけど、あ寄り添ってくれないんだみたいな、なんでだよ、いやもっとこう勝ちたいのにみたいな風に捉えてちゃってるのかもしれない。だからすごい噛み合ってないというか、その伝え方同士が、多分その猫屋さんの方ももしかしたら相手にそのね、なんていうの、他の人とやった方がいいんじゃないっていうのが、そのなんていうんだろう、自分を見捨てたかのような伝え方に聞こえてるのかもしれない、相手が。まあそれでも知らんけどね。いや知らんよ本当もうこれは本当想像して話してるだけで、そういやだから猫屋さんもだから一回これだからこのまま伝えるのが一番いい気がするな俺は。だからその組みたかったの？じゃあなんでそういう言い方してたんっていう、だってもう言わないとさ分かんないよね、それこそ。なんかあれだよ、だから結局自分の中の考えだけで完結して、それを結果として、結果の発言として相手に話すのって、意外ともうなんていうの伝わんないから。伝わんない。そうだからお互いにそうなってる可能性もあるよね。その可能性がある。そう確かにそれはまあ一回こう腹割ってというか、腰を据えてちゃんと話した方がいいかもね。こう思うから、こうした方がいいんだよねとか。っていうのをそのこう思うを伝えないと、そうね、ただこうしたいってなると相手の考え方でなんでこうなったのかって考えてしまって、が結局自分がみたいな風に なるから、なんかそこの中身をなんかこうバチッとさ伝えた方がいいと思うんだよね、こういうそのペアスポーツとかは。そうだから解消しようって言っちゃってるから、だからあなたは組むつもりがないと思ってその解消を告げたっていうのも含めて話をした方がいいね、ちゃんと。でも本当にやりたいんだったらもう私はもうずっとモヤモヤしてっからねっていうのをちゃんと言った方がいいね。そうだね、それはまあ伝えてみましょう。それがいいと思います。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております、小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください、皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのまさらか。お送りしているのはスパイアで Awake です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、よかったですね。なんか久々福岡ですね。本当ですね。まあでもやっぱ何回も言ってるけど、やっぱ定期的に来よう。ちょっと空いたね、生放送も。本当に生放送もやっぱ空いちゃったから、言い切れないし、そう健太のその空気感も俺は読めないし、本当だよ本当に足りないですね。いやまあ楽しかったね、やっぱりせっかくね、2周年ねやったしできて、3周年目指しましょう。はい、そうしましょう。よろしくお願いします。お知らせです。今年のジャストライクディス2026は日本と韓国で開催です。 Day1 の韓国は9月5日土曜、キンテックス第2展示場孔明広場。 Day2 の日本は9月26日土曜、山梨県川口湖ステラシアターです。そして現在アニメ追放された天聖重騎士はゲーム知識で無双するオープニング主題歌 Awake 配信中、そして CD も発売中です。ぜひ手に取ってください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。